今日はね、ちょっとすっごく怒ってるんですよ。腹が立って腹が立ってね、ちょっと言いたいんですけど、人に怒るのはダメでしょう。こんにちは。全世界1000万人以上が学んだ超越瞑想を教えている森正也です。ご視聴ありがとうございます。今日は怒りの話です。YouTube の動画では私怒ってますというタイトルの動画も見かけます。中にはエンターテインメント的なパフォーマンスとして表面的に怒っているだけというパターンもあると思いますが、怒っている人を見ると理由を知りたくなる時があります。でも大抵の場合は怒っている人からはちょっと離れたくなりますよね。怖いしめんどくさいっていう感じもあると思います。でも私が知らない人でも怒っている人を見るとなんとなくかわいそうなので何とかしてあげたいと思うこともあります。いろいろとあると思いますが、よく怒る人って身近にいますか？怒るとまではいかなくてもいつもイライラしている人もいます。そういえば私の話が通じなくて困ってる時に相手がイライラしているのを見ると申し訳なくなったりします。そういう感じで怒っている人っていますよね。怒ることに関しては世の中には今まで一度も怒られた経験がないというびっくりするような人もいますし、いつも怒られているかわいそうな人もいます。何か嫌なことが起こった時に怒ってしまうのはしょうがないのでしょうか？いかがですか？そういえばいかがですかという日本語ですが、ホテルで廊下をイカが歩いてたとフロントに行った時にいかがですかと言われますね。これは同音異義語でしょうか？いや、同音異化語？いや、忘れてください。ということで今日は結構センシティブな話をしてみようと思います。取り扱い注意というか反論されるかもしれません。とりあえずこのバガバットギーターの第1章施設25のマハリシ先生の注釈の中に怒りは弱さの印という言葉が登場します。どういう場面でこういう話が出てきたかというと、昔の戦場での戦いの中、弓の名手の主人公アルジュナが敵について怒ってるんですね。戦いを挑んできた相手に対して怒るのは当然だというのが一般的な話かもしれません。ところがこのバガバットギーターの中ではそうではないんですね。怒りは大いなる敵と言っています。なぜならそれは人の力を弱めるからです。内側に怒りがあるということは本当の強さを持っていないということになるそうです。弓を射るという技術と自分自身にしっかりと根ざして弓を射るということは違う技術です。もし怒りを抱いたまま弓を射るなら、その人の力は怒りによって弱められてしまっています。ここの部分だけを聞くと、何か行動を起こすときには怒らない方がいいんだなという理解になりますね。当然ですが、怒りだけではなくて不安や心配、恐怖なども行動の力を弱めます。行動を成功させたいっていう時には心が強い方がいいんですね。さて、ここまでの話は行動を成功させるためには心が強い方がいいという内容でした。もしあなたが何かに怒っているとしたら、それは心の弱さなので行動も成功しにくくなります。心が弱いと相手の話を聞くことができなかったり、待てなかったり、人に負けたくないと思いすぎたりして、そういうストレスが溜まって自分の弱さがバレないように相手よりも先に怒ってしまったりもしますね。このように怒りは心の弱さから来るんですね。ちなみに暴力や暴言を吐くのも心の弱さが原因なんです。心の強さや弱さというと、例えば
小さい時に苦労した人は辛いことに耐える力があると言われています。あるいは体育会系と言われる人たちは厳しい練習に耐えてきたので、企業の中でも踏ん張れると期待されて就職が有利になる場合があります。辛いことに耐えてきた人はなんだこれぐらいと、そういう感じで他の人よりも心が強い感じがしますよね。確かに今の世の中、仕事をするのは大変ですし、生きていくには辛いことに耐えることができる能力が必要です。しかしそれは本当に必要なのでしょうか。生きていくのは辛いことに耐えることなのでしょうか。もしかすると体育会系の人は辛いことに鈍感になる訓練をしているので、世間に出ても自分の辛さに鈍感になってしまっているということはないでしょうか。軍隊は厳しい訓練をしてから戦場に行きます。相手を傷つけたり、自分が傷つくことに対する覚悟が必要です。それって普通の人にできるのでしょうか。それなので軍隊の訓練は心を麻痺させるというか、心を鈍感にさせて、その状態で戦場に送り込むのではないでしょうか。戦場に行く人は心が強いのか、あるいは心が麻痺しているのか、それとも特にそういうことはないのかなどは気になります。いずれにしても戦争というのは相手に対する怒りで始まります。そこにはお互いに心の弱さがあります。恐怖や不安、相手への不信感、それらが戦争の原因だとすると、それらは心の弱さから生じています。現在、地球上の何か所かで戦争が行われています。平和な日本にいながら、戦争の恐怖の中にいる人たちを心が弱いと言っているわけではありません。地球全体の規模での人の弱さがあらゆる戦争の原因になっているのではないかという話です。戦争をしていない国の人でも怒る人はいます。どこにでもいます。怒るという段階に行かなくても、誰かを批判するとか否定することとかあります。自分自身に対する批判もそうですね。自分を傷つけてしまいます。強く生きるということは、自分の弱さを取り除くということになります。筋肉は鍛えると強くなります。しかし、心を強くするには弱さを取り除くだけです。鍛える必要はありません。ではどうやって心の弱さを取り除くのでしょうか。はい、そうです。それは超越瞑想です。超越瞑想を行うと、自分の内側にある幸せを体験します。それによって心の中にある不安や心配から解放されます。その時、心の弱さからも解放されます。その状態になると、もはや怒りはありません。ついでですが、言葉の暴力というのは罵るとか分かりやすいものだけではなくて、例えばやりたくないと言っている人にそれぐらい大丈夫だよとか、食べたくないと言っている人にそれを食べなきゃダメだよのようなものも言葉の暴力に含まれます。本人が嫌がっているのを強要するのは暴力的です。強要しなくてもついそうやって相手が嫌がることをしてしまうっていうのが心の弱さです。もしあなたが怒ってしまった時には、あ、これは心の弱さだなって自覚していただけるといいかもしれません。解決方法としては、超越瞑想を行うのは一番ですが、楽しいことを考えたり、やりたいことを楽しむのもいいと思います。超越瞑想を学ぶ人が増えれば、心が弱い人が減りますので、この地球は戦争もない平和な星となるでしょうね。はい、今日の話は以上です。もし超越瞑想に興味を持たれた方は、お近くの瞑想センターで無料の説明会が随時開催されていますので、ぜひご参加いただければと思います。またすでに超越瞑想を学ばれている方は、
瞑想のチェッキングを受けるのもいいと思います。チャンネル登録やいいねもよろしくお願いいたします。皆様のお役に立てるように、また皆さんが楽しく過ごせることを応援していきたいと思っています。本日もご視聴いただき感謝いたします。ありがとうございました。ジェイグルです。